皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年8月2日に地元大阪で開催されました夏フェス大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル、通常ジャイガに参戦してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。前日の福岡ナンバーショットフェスを楽しんで夜遅くに自宅に帰ってきて、フェス当日となる8月2日はお名刺様仲間3人と朝6時50分に大阪環状線西九条駅に集合することにしていましたので、朝5時に起きて早朝に自宅を出発します。それで西九条駅から予約してもらっていたタクシーでフェス会場となる大阪湾に浮かぶ人工島舞島へ向かいます。昨年大阪万博が開催された夢島の隣の島ですね。その万博開催のために昨年のジャイガは千里の方の万博記念公園で開催されたのですが、今回はまた舞島に戻ってきました。舞島は海に囲まれているのになぜか風があまり吹かず、夏は灼熱な上に影となる場所もほぼないので、本当は万博記念公園の方が嬉しいんですけどね。あとなぜそんなに早く駆けつけるかというと、今回は珍しくメイドさんたちはステージのトップバッターだったからです。なので9時半会場のステージの入場口に2時間以上前から並ぶべくこの時間になりました。今回はリストバンドを事前送付してもらっていましたので、リストバンド交換の列に並ぶことなく入場口で並べるのは喜ばしい限りです。しかもいつものフェスでは 2,3 組前のアーティストさんのステージから前方を伺いながら最前列を目指す感じになりますので、前後がアイドル系だったりすると長時間動けなかったりして、トイレや水分補給もままならないのが通常でした。なので今回のように入場ゲートに並ぶだけで済むというのはめちゃくちゃ気が楽でありがたいです。メイドさんたちが出演するステージは前回2024年の時はメインの3ステージでしたが、今回はこちらもメインと言っていいような新設のスカイエリアのスカイステージというステージで、エポックステージというステージと向かい合っている広大なエリアにあるステージです。で、この場所はもともとカート場や駐車場があった場所でしたので、足元は芝生と違ってコンクリートです。入り口も3エリア側とは別に設置されているのでちょっと分かりにくかったですが、なんとか入り口を見つけて森の中みたいな狭い通路を進むとスカイエリア用の入り口がありました。着いたのは7時15分くらいで、まだ15人くらいしか並んでおられませんでしたので、その後ろに並びます。リストバンド交換が必要な人は少し離れた別の場所に列が作られる感じでした。前に並んでる人に聞いたら、なんと最終20時20分からのバウンディさん目当ての方で、この灼熱のジャイガで10時間以上ステージに続ける覚悟のようでした。他にもその一つ前のダイスさん目当ての方とかもおられましたので、とてつもない気合を感じました。逆にこちらは入場してすぐにメイドさんたちのステージが始まるというありがたいシチュエーションですので、いつものフェスと違ってめちゃくちゃ気が楽で、すごくリラックスした感じで待機時間を過ごすことができました。会場の1時間前くらいになるとリストバンド交換の列がものすごく長くなっていきました。こちらの入場待ち列はそれほど列が伸びてませんでしたので、事前にリストバンドを送付してもらっていた人って少なかったんでしょうかね。ということで9時前くらいになって列を移動させてゲート前に並ぶ形になります。もともと並んでたところは木陰とかがあったのですが、入場ゲート前は日差しを遮るものがないのでめちゃくちゃ暑いです。ということは元々の待機列を木陰のあるところにしていたのは運営側の配慮だったのかと気づきました。それで9時を過ぎてまずはリストバンド交換が始まって、リストバンド交換を終えた方たちが私たちの列の後ろに並び出します。ものすごい列になっていましたので早くから並んだ甲斐がありました。それでいよいよ9時半の会場時刻になって手を挙げてリストバンドを見せながら入場ゲートを通過します。ステージの横まで進んで一旦待機するのですが、もうみんな気が流行って出走前の競走馬みたいな状態になっています。私のこれまでのフェス経験では真ん中に通路みたいな仕切りがあって上手と下手を分ける感じの柵配置がほとんどだったと思うのですが、ここスカイステージは珍しく上手と真ん中と下手の3分割になるような柵の配置でした。で、スタッフさんから OK の指示が出てみんなお目当ての場所に駆けつけます。私は真ん中のゾーンに来ましたが、最前列は前に並んでいた女性たちで埋まりましたので、さえちゃん前あたりの2列目になりました。でも前は背の低い女性ですので全然問題ない感じです。ステージは当然最初からバンドメイド仕様になっていましたが、なぜかすぐにあーちゃんがステージに出てきて思わずあーちゃんって叫んでしまいました。多分私が一番最初に気づいて叫んだような気がします。あーちゃんは相変わらずフレンドリーに笑顔で手を振ってくれながらドラムの椅子に座って、椅子の高さやスネアやタムの位置を調整したりしてすぐに戻っていきました。その後アンプやお立ち台の設置を調整したり、スタッフさんがサウンドチェックに入ったりしてました。周りはダイスファンやバウンディファンの女性が多かったのですが、お互い推し自慢なんかし合って楽しく待ち時間を過ごせました。フェスで他のアーティストさんのファンの方たちとの交流ができるのってなんか嬉しいんですよね。
それで10時前くらいだったと思いますが、あーちゃんが再びステージに出てきてくれて歓声が上がります。周りの女性から可愛いとか声が漏れて、いつものでしょでしょを味わいます。そこに今度はミサさんもステージに出てきて、ミサーの歓声が上がります。また後ろから可愛いとかかっこいいの声が聞こえてきます。で、あーちゃんとミサさんのサウンドチェックに入ります。相変わらずあーちゃんはドラムソロみたいなサウンドチェックになりますが、これ好きなんですよね。すると今度はミンチョがステージに出てきて、ミンチョの歓声が上がって、続けて小鳩さん、サイちゃんと続いてステージに出てきます。会場から大歓声と小鳩さんとかサイちゃんの叫び声が上がる中、後ろの女性たちからもまた可愛いとか綺麗の声が聞こえてきます。それでサウンドチェックに入りますが、ミンチョも小鳩さんも軽くギターの音を鳴らしたくらいだったと思います。ステージに全員揃ってるのでリハに入るのかと思いましたが、まだ10時前だったと思いますので、11時15分開始のメイドさんたちのステージまで1時間以上あります。なのでサウンドチェックして一旦ステージアウトするのかなとか思ってたら、いきなりサイちゃんのボーカルからリハーサル1曲目となるアンリッシュが始まりました。ちょっと不意をつかれた感じになりましたが、最初のあーのシンガロングをなんとか間に合わせて、イントロに入って全力のチャントでこっちもリハーサルに入ります。いきなりの盛り上がりに多分後ろの女性たちはびっくりしていたと思います。それでサビに入って手を振り上げながら早朝から並んで固まっていた体を順応させながら楽しんで、思いっきりだんだんディディだんだん叫んで、感想に入ってまたちゃんとでも声出して盛り上がります。1メロで終わるのかなと思っていたら、あーちゃんの軽快なドラムフィルからそのまま2メロに入ってサイちゃんは歌い続けます。なのでこっちもシンガロングしたり拳を上げたりして、さらに準備は整っていきます。ミサさんのかっこいいベースと B メロの小鳩さんの味わい深いコーラスも堪能して、サイちゃんの刺激的エモーションから2サビにも突入します。まただんだんディディだんだん叫んでポストコーラスにも入りましたので、ヘドバンして首の準備運動もできました。で、そのまま落ちメロに入りますので、当然こちらも手拍子で答えて、ミサさんのドライブバリバリのベースも味わって、サイちゃんの Now we go のシャウトからミンチョのギターソロに入りました。ここも当然大歓声を上げてギターソロを吹くミンチョにちゃんとの拳を振り上げて声出して、忘れずにだんだんディーだんだんも叫んで盛り上がります。で、なんとそのままラスサビに入ります。もう完全に温まった会場は手を振り上げてほぼ本番と同じ盛り上がりになって、ヘドバンもしてアウトロに突入します。会場は全力のチャントで答えて、最後だんだんディディだんだんも叫んで曲終わりまで到達して大歓声が上がります。なんとリハーサルなのにアンリッシュフルでやってくれました。これアンコールをやらないメイドさんたちが先に1曲やってくれた感じで得した気分になります。確かサイちゃんが大丈夫ですとか言って、ミンチョが1弟子上げてとか調整に入ってました。あーちゃんもミサをちょっと上げてとか言ってましたね。そこに聞き覚えのある同期音源が流れてきて、リハーサル2曲目となるヘイトのイントロが始まりました。サイちゃんも本番さながらに煽ってきたように思いますので、会場のちゃんとの声は大きくなります。1メロに入ってサイちゃんが歌い出して、気持ちよく体を動かしながらバックの演奏も楽しんで、かっこいいミンチョのリフからサビに入って腕を振り上げながら本番さながらに盛り上がります。リハーサルといえどもヘイトを楽しめるのはお得です。小鳩さんのコーラスから感想に入ってちゃんとしながら、さすがに1メロで終わるとか思ってたらそのまま2メロに入ります。会場は両手を上げて待ち構えた状態で手拍子に入りましたので、もし終わってたら手を上げた状態なので恥ずかったかもです。でもサイちゃんも歌い続けてくれて、小畑さんのコーラスもミサさんのベースもミンチョのリフもあーちゃんのドラムもキレッキレで続きます。で、そのままにサビにも突入して、めちゃくちゃ得した気分で腕を振り上げながらサビを満喫します。サビ終わりでサイちゃんの I don't care if you die out も来て、ミサさんのベースソロに入って大歓声が上がります。が、ここで演奏はストップしました。さすがにリハーサルで2曲連続フルはないですね。小鳩さんが、小鳩です、動機をちょっと上げてほしいですぽーとか言って最後の調整をしてました。ということでリハーサルは終わって、メイドさんたちは満足げにステージを笑顔ではけていきます。小鳩さんが会場に向かって、熱中症にみんな気をつけて水分取ってぽーとか、お願いしますぽーと可愛く言ってきて、会場から歓声が上がります。最後はあーちゃんが、あーちゃんの声が上がる中、笑顔で手を振りながらステージアウトして、ステージと会場は一旦落ち着きます。なぜこんなに早くリハをやってくれたのかというと、多分ですが、後ろで向かい合う形で設置されているエポックステージのオープニングアクトとなるジームさんのステージが10時40分から始まるので、それと被らないようにということなのかなと思いました。ということで、もうこの時点で汗がすごかったです。それで旗がステージに運ばれてきましたが、いつもの旗じゃなくてシンプルなバンドメイドと書かれた旗でした。確かにいつもの旗はバンドメイドワールドツアー2026の旗なので、今回はフェスでツアーじゃないからですね。
それでこの時からセミが結構飛んでいて、演奏の邪魔にならなければいいなとか思ってましたが、セミにその配慮はなかったです。で、またダイスファンの方たちと誰推しですかとかいろいろおしゃべりしていると、後ろのエポックステージでオープニングアクトのジジムさんのステージが始まりました。タイムテーブルを見ると、そのジジムさんのステージが終わると同時にメイドさんたちのステージが開始になるはずです。ということで、ジジムさんのステージが終わったようで、FM802 のパーソナリティの方がおはようございますとか言いながらステージに出てこられて、ジャイガが今年で10周年であることとか、気温38度の予想なので熱中症に気をつけて水分塩分補給忘れずにとか、 JT の喫煙ブースが冷房キンキンなのでタバコ吸わない方にもおすすめとか言われてました。で、皆さん準備できてますかみたいに言ってきて、会場から歓声が返って、Ready to Rock って叫んで、お嬢様ご主人様最高のロックンロールをお楽しみくださいみたいにちゃんとバンドメイドを意識した盛り上げをしてくれて、会場から笑いと歓声が起きてました。メイドさんたちのステージが始まる直前ということで、私より真ん中より最前列のダイスファンの方が場所を変わりましょうと言ってこられて、さらに真ん中に移動することができました。こういうことをしてくれる他のアーティストのファンの方たちってありがたいというか気持ちがいいんですよね。それでいよいよ本番ということで、ジャイガのオープニングミュージックが流れてきた後に SE のシェアリングが流れてきました。会場から歓声が上がり、手拍子でメイドさんたちの登場を待ちます。で、いつも通り笑顔で手を振りながらステージに入ってくるあーちゃんを先頭に、メイドさんたちがステージに出てきて、会場から大歓声とメンバーの名前を叫ぶ声が灼熱のジャイガの空に響き渡ります。メイドさんたちが配置について SE が終わって、全楽器がジャーンと鳴らされて、サイちゃんの雄たけびが上がって会場は大歓声となります。前振りもあったので、レディートゥーロックで来るかと思いきや、ミンチョのピックスクラッチから1曲目はなんといきなりスーパーサンシャインでスタートしました。確かにピーカンの真夏の灼熱の野外フェス、ジャイガのスタートには最適な曲なんじゃないでしょうか。イントロでサイちゃんはまた雄たけびを上げながら思いっきり煽ってきますので、会場は全力のシャントで応えて一気に盛り上がります。それで1メロに入って気持ちいい演奏バックにサイちゃんが歌い出しますが、こっちもすでに汗まみれになりながらも気持ちよくリズムに乗って楽しみます。 B メロに入るとサイちゃんのトライトライとかプライドプライドとかに合わせて手を振り上げたりして盛り上がって、小畑さんのシャウトからサビに入って、もうボルテージはマックスに上り詰めて手を振り上げながら曲もリアルもスーパーサンシャインを味わいます。感想でまた思いっきりちゃんとして2メロに入って、夏フェスでの定番曲ができたなとか思いながら楽しんで、小畑さんのシャウトから2サビに入りますが、小畑さんのシャウトに被せるようにサイちゃんのボーカルが入ってくるところがいいんですよね。当然2サビも汗まみれになりながら腕振り上げて盛り上がります。サビ終わりからの小畑さんのかっこいいギターフレーズで大歓声が上がって、ミサさんのベースソロになります。会場はまた大歓声を上げて一拍明けのチャントで盛り上がります。ベースソロ終わりに被せるように C メロに入って、サイちゃんの渋いボーカルを挟んでミンチョのギターソロです。ものすごい歓声とチャントの声が響き渡ります。ギターソロ終わりからの B メロは拳を振り上げながら盛り上がる感じになって、突然の落ちメロに入ります。サイちゃんと小畑さんの綺麗なハーモニーを手をかざしながら聴き入って、いきなり入ってくるめちゃくちゃ激しいアーチャーのドラムから小畑さんのシャウトでラスサビに入ります。やっぱりここがこの曲のクライマックスだと感じます。1サビと2サビを小畑さんのスーパーサッシャインのシャウトでつなぐ形のラスサビが大好きなところですし、最後悲しみさえものところのテンポを変えてくるのもバンドメイドらしくてお気に入りです。ラスサビを楽しんでアウトロに入って、小畑さんの可愛いコーラスを堪能しながらもちゃんとで盛り上がって、かっこいい締めで曲終わりになって大歓声となります。サイちゃんのまだまだ行くぞジャイガーの叫びが上がって、2曲目になんともうディリダリが来ました。今度こそサイちゃんの叫びをちょっとはメモろうと思ってシンガロングしながら、最初のみんなクラップできるかな、しょっぱなから腕壊していこうの叫びだけメモってすぐにクラップに入ります。なのでこの後もいっぱい叫んでましたが、もう思い出せません。最前列の女性たちも手拍子してくれてたのが嬉しかったです。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、このディリダリもすごくポジティブな感じのメロディーと歌詞なので、真夏の野外フェスの雰囲気にすごく合っているような気がしました。サビのサイちゃんの綺麗なファルセットも手を振り上げながら味わって、2メロの小畑さんの可愛いボーカルも味わいます。この2メロの A メロが小畑さんのボーカルになる曲ってフリーダムとかもそうだよなとか思ってましたので、この後驚くことになります。で、2サビも盛り上がって堪能して、2サビ終わりでブレイクして、サイちゃんのまだまだ行くよジャイガーの雄たけびでパーフェクトバージョンの本番スタートです。まあ当然この時もサイちゃんはいろいろ叫んでましたがメモれてません。
ただ、リリダリリリダリダリダの最後のダーを叫ぶ感じで煽ってきたので、こっちも同じような感じでシンガロングしてたのはバッチリ記憶に残ってました。まだ2曲目なので、肩も喉も元気なので、思いっきりクラップしながらシンガロングで大声出します。サイちゃんはめちゃ笑顔で雄たけびを上げながら煽り続けてきます。会場の盛り上がりに満足したサイちゃんのよくできました的な叫び声で、あーちゃんの軽快なスネアロールからミサさんのベースソロに入ります。会場はクラップしながら大歓声となって、続く小畑さんのリズムギターソロに入ります。目の前でギターをかき鳴らしてくれる小畑さんはすごくかっこよかったです。そこからのあーちゃんのドラムソロは相変わらず凄まじかったですし、サイちゃんの雄たけびも凄まじかったです。で、ミンチョのギターソロも長めなので迫力満点のソロをたっぷり味わえます。ギターソロ終わりで C メロに入ってずっと叫んでたサイちゃんのかっこいいボーカルをクラップし続けながら堪能します。それで今度は小畑さん、ミンチョ、あーちゃんが煽ってきてシンガロング再開して、そこからはまたサイちゃんが煽ってきます。で、全曲のスーパーサンシャインと同じく1サビと2サビを連結した感じのラスサビに入ります。もう思いっきり手を振り上げながらサイちゃんのファルセットを楽しんで、超絶かっこいい締めを拳を上げながら味わって曲終わりとなります。サイちゃんの満面の笑みでのありがとうをもらって会場から大歓声が上がります。一瞬静かになった会場にミンチョの太いギターリフが鳴り響きます。3曲目はドミネーションでした。サイちゃんの行くぞーの叫びでイントロに入ります。このこなれにこなれた曲が来たからには最前列付近を固めるお名手様で、ステージと会場の一体感を見せつける感じで息の合ったちゃんとの声が響き渡ります。小畑さんは真ん中の立ち台に足をかけて笑顔で煽ってました。1メロに入ってかっこいいバックの演奏とサイちゃんの力強いボーカルを気持ちよく浴びて、指をジャイガの晴天の空に向けて突き上げて先行せよを叫んでサビに入ります。サイちゃんのせいにハローハローも叫んで、さらにステージと会場は一体化した感じで盛り上がります。サビ終わりからの感想でミンチョの味わい深いギターも味わいながら、また息の合ったちゃんとで盛り上がって2メロに入ります。2メロに入ってミンチョがニコニコしながらあーちゃんの後ろに回ります。小畑さんも私的に大好きな掛け合いみたいなコーラスをした後、後ろを向いてあーちゃんと向き合う形になって、ミサさんはあーちゃんの横で楽しそうにベースを弾いてます。それで上手で歌うサイちゃんの2メロにしかないセクションに入って、会場は歓声を上げて盛り上がって、サイちゃんの Take Over the World から2サビに入って、また会場はハローハロー叫んで盛り上がります。このドミネーションってシンプルなようで実は複雑な構成の曲ですよね。それで2サビ終わりからのブリッジで思いっきり一拍明けのちゃんとで大声出してたら、前の女性たちをちょっとビビらせてしまったみたいでした。それでミンチの短いギターソロを大歓声を上げながら味わって C メロに入ってちょっと落ち着きますが、すぐにまたサイちゃんと一緒に先行せよを叫んでラスサビに入ります。ラスサビでも当然サイちゃんのせいのゴールに気持ちよくハローハローのレスポンスを返して最終セクションに入ります。ここはなんか気持ちいいんですよね。野外の夏フェスだと余計に気持ちいい感じで体を動かしながら最後のハローハローを叫んでアウトロに入って、ミンチョのギターソロみたいなギターフレーズに思いっきりちゃんとで答えて盛り上がります。それで今となっては当然のような感じになっているお給仕仕様のかっこいいあーちゃんのドラムの締めで曲終わりとなって、サイちゃんのサンキューをもらって大歓声となります。続けての4曲目はチューズミーでした。またまたこなれにこなれた曲が来ましたので、サイちゃんのボーカルとかっこいいギターの刻みにバッチリ息の合った手拍子で答えます。で、イントロに入って全力のちゃんとになります。1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、チューズミーってなんか女性受けがいい曲と勝手に思っていて、今回みたいに他のバンド、特に女性ファンが多い環境には最適な曲に感じてしまいました。でも B メロに入ってのぶといおっさんたちのちゃんとの大声で、その女性たちをまたビビらせてしまったような気がしました。で、あーちゃんの軽快なドラムフィルからサビに入って腕を振り上げながら盛り上がります。2メロに入ってやっぱりミンチョとミサさんが上手下手をクロスしてました。前日のナンバーショットもそうでしたので、フェスでは場所クロスが復帰するということかと思いました。ということで目の前に来てくれたクールにベースを弾くミサさんを堪能して2サビに入ります。2サビの間にミンチョが真ん中に戻ってきて、サビ終わりでミンチョが真ん中の立ち台に乗ってきてギターソロになります。サビ終わりからスムーズに入るこのギターソロは何百回聴いても痺れます。また思いっきりちゃんとしながら目の前のミンチョのエモいギターソロを堪能します。ソロ終わりで C メロに入って手拍子しながらサイちゃんのボーカルとミサさんの痺れるベースラインを味わって、サイちゃんの I choose you が来ますが、今回は珍しく前方、しかも完全にこちらに指先を向けてくれて視線も合わせてくれてましたので、確実に私を含む周囲に向いていたと思います。なのでそこからラスサビに入って多分めちゃ笑顔になっていたと思いますし、振り上げる腕にも力が入っていたと思います。ラスサビから最後のセクションに入ってサイちゃんが歌っているところに、さっきから気にはなっていたセミがサイちゃんに向かって飛んでいってしまいます。セミの襲撃を受けたサイちゃんはギリギリで回避しながら歌い続けていたのがかっこよくて可愛かったです。
そのかっこいいサイちゃんの迷わずチューズミーで曲終わりとなって会場は大歓声となります。ちなみにセミは小鳩さんとかミンチョにもちょっかい出してました。あまりの暑さにサイちゃんからみんな水飲めよーの声が上がって会場からちょっと笑いが漏れます。それでサイちゃんと小鳩さんが真ん中のお立ち台に立って5曲目に始まったイントロはなんとまさかのフリーダムです。サイちゃんからジャイがいけるかーみたいな雄たけびが上がってみんなステージの前まで出てきてイントロになります。会場は興奮状態で全力のチャントになりますが、前の女性たちはなんでみんなこんなに興奮してるんだろうみたいになっていたと思います。日本のフェスでフリーダムをやってくれたのって私は行けていない2022年のサマソニ以来ですし、ということで私的には初めてでしたので興奮と感動で今までも当然寝てはいませんが目が覚めたみたいになります。で1メロに入ってサイちゃんが歌い出してなんか懐かしいような実家に帰ってきてる感みたいな感覚になりました。 B メロに入ると一拍明けのちゃんとですね。ノリは完全にみんなわかってるのでめちゃくちゃ息が合ってました。でサイちゃんの行くよーの叫びが上がっていよいよサビです。バスタオルなのに首から外して振り回してしまいましたが途中で迷惑なのに気づいて半分だけ振り回すようにしました。まさか夏の野外フェスで青空の下これができるとは思いませんでした。すごく気持ちよかったです。サビ終わりからの感想はちょっとハイになった感じの会場からのチャントがすごかったです。久しぶりでしたし、ドミネーション、チューズミーにこのフリーダムと並ぶのは少し前までお給仕でのメインを張る定番中の定番曲だった3曲ですのでなんか感慨深かったです。で2メロの A メロで小鳩さんのボーカルになって B メロからサイちゃんのボーカルに移りますが、ここがディリダリと同じだなと思っていたところです。で2サビも当然真ん中で持ったバスタオルを振り回して楽しんで、サビ終わりでギターソロ前のブレイクが来ます。あーちゃんがスティックを高く上げて会場から上がる歓声を促します。それで真ん中の立ち台でのミンチのギターソロになって会場はまた思いっきりのチャントで盛り上がります。ソロ終わりで B メロに入ってまた一拍掛けのチャントですね。ここも盛り上がります。確か小鳩さんが上手に来て演奏してくれてましたがミンチョの姿が見えません。と思ったらステージが横に広いのでめちゃくちゃ上手で演奏してくれてるだけでした。そこから内サビに入ってあーちゃんもスティックを頭の上で叩きながら煽ってくるので当然会場は全力の手拍子になります。そこから突き上げるようなミサさんのベースとミンチョ小鳩さんのギターの刻みからあーちゃんのハーフオープンのハイハットでラスサビに入ります。ラスサビはまたタオル振り回して盛り上がって最後のフリーダムのサビを味わいます。サビ終わりからのアウトロでサイちゃんはもちろん小鳩さんにも煽られてちゃんとの声は大きくなります。それで綺麗に曲終わりになって書き回しに入って大歓声が上がる中、サイちゃんのまだまだ開けてくぞーの叫びが上がって始まった6曲目はレディートゥーロックでした。ミンチョの強烈なリフとそれに続くあーちゃんの激しすぎるドラムに前の女性たちはびっくりしていたみたいでした。最初のメロでサイちゃんが歌い出してそのまま1メロに入ります。アニメの効果もあって最近バンドメイドを知った方にとってこのレディートゥーロックは代表曲のようになっているように思いますし、この日ジャイガに来ていた方でこの曲目当ての方も多かったんじゃないかと思います。それであーちゃんの軽快なドラムフィルから B メロに入っておーのシンガロングで声を上げて1メロにしかないサビ前のブリッジのようなセクションに入ります。それで小鳩さんのコーラスからサイちゃんのシャウトでサビに入るところはやっぱり盛り上がります。サビに入ってサイちゃんの目の前でお見せしましょうの時に手を輪っかにして目の前で動かすやつやっていたらこっちを見て笑いながら同じようにやってくれました。嬉しくなって両手を上げておのシンガロングも全力で叫んでサビ終わりからの感想に入ります。最初と最後のメロと同じフレーズでこの感想を構築するというミンチョの感性に改めて感心しながらちゃんとでおいおい叫びます。それで2メロに入ってかっこいいバックの演奏からミンチョの素晴らしいギターフレーズを目の前で味わって B メロでまたシンガロングもして小鳩さんのやめられないしやるしかないなーを小鳩さんに手をかざしながら味わって2サビです。2サビも両手を上げて楽しんでシンガロングしてサビ終わりからの小鳩さんのソロで大歓声が上がってミンチョのギターソロです。会場は大声のチャントで盛り上がって楽しそうだけど超絶かっこよくギターを弾くミンチョのソロを味わって落ちメロに入ります。手拍子しながらサイちゃんのボーカルとミサさんの味わい深いベースを堪能してラスサビに突入します。絶対初見の人はビビると思うあーちゃんの高速バスドラも目と耳と体で味わって両手を振り上げてシンガロングして会場の盛り上がりはマックスになります。そこからの最後のメロはいつも通り思いっきりヘドバンして曲終わりとなってかき回しで大歓声が上がる中、サイちゃんがめちゃくちゃ叫んでいたと思うのですが何一つ記憶できてませんでした。7曲目はノーゴッドでした。サイちゃんがみんな飛べるとか叫んできて両手を上げて煽ってきますし、小鳩さんも笑顔でジャンプしながら煽ってきますので会場も思いっきりジャンプしながらのチャントで一気に盛り上がります。汗がすごいことになってました。そ
それで1メロに入って当然小畑さんと一緒にルールルーもやりますが、後ろの女性たちから見るおっさんたちのその振る舞いがどう映ってたのかちょっと興味ありました。さえちゃんは歌いながら上手から下手へと移動して前方のご主人様お嬢様に歌うお姿を近くで見せてくれてました。それでサビに入って当然思いっきりジャンプしますので、汗が尋常じゃないくらい吹き出してきます。目に入った汗をタオルで拭きながらシンガロングをして灼熱のジャイガでのノーゴッドを満喫します。サビ後半のさえちゃんの知らないよもシンガロングして、最後のおおおおのシンガロングから感想に入ってさえちゃんがめちゃくちゃ煽ってきますので、当然ジャンプは続けてちゃんとで拳振り上げておいおい叫びます。それで2メロに入ってルールルーの時だったかで、ミンチョが小鳩さんの頭を撫でてたんだと思うのですが、メモはミンチョ小鳩髪食べるとも読めたので、ひょっとしてツインテールの髪を食べる仕草だったかもしれません。それはないか。で2メロにしかないサビ前のセクションも気持ちよく味わって B メロに戻って小鳩さんの 1,2,3,4 How we long を一緒に叫んで2サビでまたジャンプしながらシンガロングして盛り上がります。サビ終わりでミンチョの短いギターソロに入ってさえちゃんと一緒にゲッダーンを叫んでミサさんのベースソロになります。ここは珍しく手拍子でミサさんのベースソロを楽しむ感じになります。ベースソロ終わりで落ちメロに入るので手をかざしながらさえちゃんの歌に聴き入って、途中から入ってくるあーちゃんのタボフレーズとミサさんのベースで盛り上がっていって、ミンチョのギターフレーズとあーちゃんのトリプルのドラムフィルでラスサビに入ります。最初の内サビ的なところはヘドバンしますので、ちょっと陶酔状態のような感じになるのが気持ちいいです。それであなたの感情のところからはジャンプに戻ってシンガロングして最後さえちゃんと一緒に We have got to win 叫んでアウトロです。当然さえちゃんがめちゃくちゃ煽ってきますので、会場は思いっきりジャンプしながらちゃんとの声出します。曲終わりでさえちゃんのサンキューをもらってかき回しに入って歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。大歓声が上がる中、さえちゃんのみんな残り1曲メイドとまだまだ遊べるかの叫びが上がります。そのラストとなる8曲目はエナジェティックでした。続けてのジャンプ曲です。まずはミサさんのめちゃくちゃかっこいいスラップベースでスタートです。さえちゃんの3、2、1のカウントダウンからイントロに入ってラララの合唱になります。それで1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、最初の1は歌詞もその通り1なのですが、次の2は2じゃないのとかカチとカチをとかも小鳩ワールドを感じます。で B メロに入って手拍子になりますが、ここのさえちゃんの歌い方というかリズムのメロディーもめちゃくちゃ好きなところです。それでサビに入って一気に盛り上がって会場はジャンプして頭も振る感じになります。サビのあがきもがいてのところは特にそうなのですが、サビの歌詞って小鳩さんだともっと言葉を詰め込んでくるように思うのですが、このエナジェティックのサビの歌詞はあえて少なくしているようにも思えて、なんか深いものを感じます。そんなことも思いながらサビ終わりになって感想でまた思いっきりシンガロングします。やっぱりミンチョのリフがかっこよすぎます。それで2メロに入ってさえちゃんのボーカルと小鳩さんのコーラスとあっちゃんを筆頭に激しくてかっこいいバックの演奏を堪能して、手拍子で盛り上がる B メロから2サビに入ってあーちゃんの跳ねるようなドラムに合わせてジャンプして炎天下でのエナジェティックを楽しみます。そこから C メロに入りますが、ドラムソロみたいなあーちゃんのドラムに目と耳がいってしまいます。それでさえちゃんのシャウトからミンチョのギターソロになりますが、めちゃくちゃかっこいいパターンのやつです。ギターソロ終わりからすぐにミサさんのベースソロになりますが、これもかっこいいパターンのやつですね。最後は激しいあーちゃんのドラムフィルから完全にブレイクしてラスサビに突入します。この生と動はまさにバンドメイドを感じられます。もう最後なので全体力を使ってジャンプして腕を振り上げながら楽しそうに演奏して歌うメイドさんたちを味わってアウトロに突入します。ここも当然出せる限りの大声でラララのシンガロングして曲終わりとなって大歓声が上がります。そこから最後の書き回しになってさえちゃんのお前ら最高だありがとうジャイガー10周年おめでとうございますまたお会いしましょうバンドメイドでしたの叫びが上がって会場からもものすごい大歓声と拍手が沸き起こります。書き回しが終わって最後は小鳩さんのこの後もジャイが楽しんでくださいっぽ水分塩分糖分しっかりとってっぽバンドメイドでしたっぽバイバイっぽ10周年おめでとうっぽの挨拶でジャイがスカイステージの初っ端を素晴らしいパフォーマンスで飾ってくれたメイドさんたちのステージは終演しました。笑顔で手を振りながらステージを後にするメイドさんたちを大歓声で見送って灼熱のジャイがスカイステージのこけら落とし完結です。いやいや真夏の晴天のジャイガでのお給仕めちゃくちゃ盛り上がりましたし、メイドさんたちの気合も伝わって最高すぎました。
さすがに昨日の今日ですし、なんといってもトップバッターということで、練習する時間なんてほとんどないはずで、瀬戸りは絶対ナンバーショットと同じで来ると思っていたのですが、曲数も1曲多いですし、まさかのフリーダムを入れたり、順番も全然変えてきてます。曲順変えるだけでも大変かと思うのですが、本当にメイドさんたちのミュージシャンとしての能力の凄さを改めて思い知らされましたし、サイちゃんを筆頭にメイドさんたちの瀬戸りに対するこだわりというか、プロ意識というか、奉仕の精神にも本当に感服してしまいました。約束通り最前列を後ろのダイスファンの女性と入れ替わって、とりあえず水分を補給すべく屋台へ向かいます。あと MC の方が言っていた JT の喫煙ブースにも行ってみると、本当に冷房キンキンで熱くなった体を冷ますことができました。とりあえずお腹も空いたので、スカイエリアステージの方に移動してフェス飯を食べたり、サワー飲んだり、物販を買ったりしてると、もう十分に満足した感じになりました。バンドメイドしか見てませんでしたが、昨日の福岡のナンバーショットからの移動の疲れもありましたし、早朝から並んでたこともありましたし、メイドさんたちのステージで完全に燃え尽きるくらい盛り上がれましたので、ここで舞島を後にして帰宅することにしました。しかし今回の瀬戸りは終わってから改めて見ても、すごすぎる構成だと思いました。スーパーサンシャインデリダリで一気に会場のギアをマックスに持っていって、ドミネーションチューズミーでバンドメイドの真髄を分かってもらって、さらにフリーダムで楽しさと一体感を醸成して、最後怒涛のアゲアゲ曲3曲となる Ready to Rock, No God, Energetic で灼熱のジャイガでパワーを炸裂させてかっこよく終わる。完璧だと思いました。そういえば今回フェスではありますが、今年初めて瀬戸りからプレゼントパーフェクトが外れたのも、逆にものすごく考え抜かれた瀬戸りだったのではとも思えました。恒例のサイちゃんのポストは、ジャイがトップバッターありがとうございました。あっちいかったけど最高に気持ちよかったな。見てくれた皆様のおかげだな。ジャイが10周年おめでとうございます。この後も安全に楽しんでねでしたね。さらに、ジャイがありがとうございました。青空が気持ちよかったよ。10周年のお祝いもできて嬉しかった。めでたくていいですね。楽しかった。ビールうまい。水分、塩分、糖分とっても大事のポストも上がってました。本当にあっちいかったですが、最高に楽しかったですし、気持ちよかったですし、セミの襲撃を回避しながら歌って演奏するメイドさんたちは頼もしくて可愛かったです。夏フェスは2回ポストするのがサイちゃん的に流行りなんでしょうか。私の次回お給仕帰宅は当然またフェスになりますが、サマーソニックで幕張です。サマソニは屋内なので、夏フェスといえども快適なフェスになりそうです。最後に今回もリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。